つもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのアシェットさんの試験販売で鷲沢玲子の初めてのホワイトキルトの創刊号の中のこちらのハートのモチーフの方を作っていこうと思います。こちらの初めてのホワイトキルトは探索団の二重飯店さんが広島県から送ってくださいました。二重飯店さんありがとうございます。さて、それでは、この初めてのホワイトキルトの方もつまみ細工と同じように試験販売から全国販売になった時に何号で完成するかとか総額いくらになるかっていうところは探索さんの方の動画で紹介していただいておりますので、サリーはどんどん作っていこうかなと思います。で、探索さんの動画の方は概要欄に貼っておきますので、そちらもよかったらご覧ください。はい、それでは早速ここにもう中身を準備してあるので、ちょっとね苦戦しそうな予感がすごいするんですけど、頑張って作っていこうと思います。頑張っていきまーす。はい、それでは早速作っていこうと思います。で、今回はこのキルトにしつけをかけて、でこのハート柄の部分をキルティングするところまで作るみたいで、作業時間の目安が1時間半になってるんですけど、なんかサリー初めてなのでキルティング自体が倍とかそれ以上かかるんじゃないかなと今思っているところです。まずはこの裏布のこのプリントの薄い裏の方をこう上に置いて、でその上にこの探索さんを惑わせていたキルト芯を、これはこう開けばいいんだ。キルト芯を重ねていきます。でちょっとシワを伸ばしながら、キルトふわふわ。こんな感じなんだ。キルト芯すごい柔らかい。手にくっついて、ささくれがあると手にくっついてきちゃう。でこっちの表布をハートが書いてある方を表にして、これなんかぴっちりいかないけど、もうすでにずれてる感じがするんだけど、なかなか合わせるの難しいんだねこれ。はい、こんな感じで置いたら、上に123、下に123で横に1つずつの合計8箇所を待ち針で留めていきます。これめっちゃずれそう。まずじゃあ四つ角をやっていきます。もうずれたよ絶対ずれちゃうと思う。これ難しい。待ち針するだけで難しいって難易度めっちゃ高くない？はい、じゃあこんな感じで8箇所待ち針を打ったら、図案をだいたい3等分した位置にこう1、2、3、4っていう形でしつけをかけていきます。で先っぽは玉結びをしてしつけをかけていきます。で3枚この表の布、中のキルト芯、裏の布全部3枚すくって、でこの図案の線も潰さないように長い針目でしつけをかけていきます。なんかもう緊張する。しつけをかけるだけでもうだいぶ緊張する。なんか長い針目ってどんだけ長くていいんだろう。
図案のあれを潰しちゃいけないから、ちょっと待ってよ。図案を潰さない。こんな感じ。この線をまたぐなっていうことじゃないのかな。あ、そうでもないや。またいでるや。なんだ。で、端っこまで来たら返し縫いをして切る。裏で返し縫いしちゃった。いいか。やばい。これこうなんか落ちてってる、斜めに。ちょっともうちょっと綺麗にできるように頑張ります。あれ、こっちもやばい。どんどん下に行ってる。まっすぐ全然縫えない。じゃあすっごいなんか全部歪んでるんですけど、1234っていう形でしつけができたので、一旦待ち針を全部外していきます。はい、じゃあ待ち針外したら、この一番後ろの布をこのキルティングの図案の一番外側のこの線まで折り上げていきます。で、ここ折ったら右側から順番に待ち針でまた留めていきます。これ結構細かくやった方が良さそうな気がする。はい、じゃあこんな感じで待ち針で留められたら、ここの今留めてるところをしつけ糸でしつけをかけていきます。はい、こんな感じで上下しつけができたら、今と同じ要領でこの左右もしつけまでしていきます。はい、そしたら4辺1234辺しつけができましたので、これで一応しつけは完成になります。そしたら次はこのハートのところを縫っていきます。糸をキルト糸に持ち替えて、はい、じゃあついてたキルト針とキルト糸に持ち替えて、まずこの丸のところを縫っていきます。で、ここ縫い始めのところはこの丸から1センチぐらい離れたところに針を入れて、で裏まで貫通させないで表布とキルト芯をすくって、この縫い始めのところに針を出します。もうちょっとこっちかな。このハートのへこんでるところの延長線上あたりに針を出して、でここ玉留めしてるんですけど、玉留めをこれ引っ張って中に隠します。そしたらあとはこの丸の線に沿って今度は後ろの裏布まで一緒にすくいながら、細かくぐし縫いをしていきます。波縫いの細かいやつで針目は 2,3 ミリ程度で細かく縫っていきます。そんなに細かくどうやって縫えばいいんだろう。すごい針が短いから裏にいるのかどうかがすごく心配。なんか 2,3 ミリこれは果たして5ミリ近くあるな。こんな感じかな、見えるかな。こんな感じで細かくどんどん縫っていきます。いやー難しいなこれ。後ろにちゃんといってるのかが不安。
はい、じゃあこんな感じでぐるっと丸が縫えたら、今これ出ているところから次こっちのハートに移っていくので、刺し終わりのところと同じところに針を入れて、で今度は裏を通さずに表布とキルト芯だけすくって、このハートのへこんでる谷のところに糸を出してきます。はい、こんな感じ。わかるかな？今ここから糸が出ています。そしたらこうハートの曲線のところを縫っていって、で一番下まで来たらまた表布とキルト芯だけすくって、次のこの谷のところに進むを繰り返していきます。で3、4針縫ったら糸を引くっていう風に書かれてるんですけど、なんかもうそれがねめちゃめちゃ難しくって、ここ途中から1針ずつにしちゃったんだよな。ちょっと3、4針できるように頑張ります。絶対2、3ミリで進めない。ちゃんと裏までいかない。2、3ミリにしようとすると。はい、じゃあこんな感じでハートの片側が3段縫えたら、今ここから糸が出てるんですけど、この丸をくるっと縫っていって、ハートのまだ縫ってない反対側をこう縫っていきます。で、一番上まで来たら、また表布とキルト芯だけをすくって、隣のハートに移って同じような作業をしていきます。じゃあまずこの丸を縫っていきます。はい、じゃあここまで来たので、刺し始めと同じところに針を入れて、裏布まで貫通させずにキルト芯とあと表布だけをすくって、次のハートに針を刺します。はい、じゃあこれでまた同じようなことをひたすら1、2、3個縫っていきます。はい、ハートの部分が1、2、3、4って全部縫い終わりました。疲れた。で、キルトやってる方は持ってると思うんですけど、初めてこういうキルトをやるっていう方は、指抜きとかシンバルとか持ってる方はそれを使っていただいたりとか、まだ始めてないよ、これから始めるよっていう方はそれあった方が絶対いいです。サリー持ってないまま頑張ったんですけど、もうねここら辺の指の感覚がもう全然ない感じで、この針のこの糸が通ってる頭の部分って言えばいいのかな、この部分が布が結構硬くって全然なんて言うんだろう、めっちゃ頑張らないと出てきてくれないので、結構ねこうなんていうの、こうジグザグジグザグしながら頑張って毎回針を引っ張ってました。で、そうだ、まだこれで終わりじゃなくって、今最後のところから糸が出てるので、これを終わらすには針を入れて、で2目先から出して、そこから返し縫いみたいな形で表布とキルト芯だけすくってくるっと2回ぐらい巻いてあげたら、少し遠くに出し
て、で引っ張りながら根元を切る。これで糸の始末がおしまいです。途中で糸がなくなった時もこんな感じに糸を終わらせてあげて、その後で一番最初みたいに玉結びして少し遠くから入れて自分の縫いたいところに出す。で少し引っ張って玉結びを隠してあげるっていう風にすれば糸を続けられます。初めてのホワイトキルト創刊号のこのハートのモチーフ1234と4方向のハートが完成しました。見えるかな一応ちゃんと縫ってます。はい。で今回はしつけとハートのキルティングだけだったんですけど、これねしつけが一番最初刺し始めのところが玉結びだけで終わりは返し縫いだけだったんですけど、なんかねこれ縫ってるうちにだんだんこの端っこの部分が開いてきちゃってちょっとね不安な感じなので、とりあえず次の2号をやるまでここにこうやってクリップで留めておこうかなと思います。なんか、すごいサリーがシンバルとか指抜きとか持ってないから結構力必要だったり、こうなんか針をグネグネっとさせて無理やり針を通してたりしてたからかこうなってしまったような気もするので、もう一回しつけ直した方がいいのか、クリップで留めておけばいいのかちょっと今悩んでいるところです。詳しい方もしいらっしゃったらコメントで教えていただけると嬉しいです。で、一番最初のところはちょっとなんか膨らみが若干足りてないかなっていう感じがしていて、最初のところはちょっと慣れないのもあってここの縫い目が若干粗いのでこれのせいかなって思ってたんですけど、ツイッターの方で糸の引き具合で膨らんでないんじゃないかって教えていただいたので、ちょっとねそれよりは最初のより強く引っ張っていったら、これ画面でわかるかな、こっちの方がちょっとぷくっとしてるんですよね。わかりづらいでも肉眼で見るとこの一つ目よりもこの最後にやった方がやっぱり一番ぷくっとしていて、他のところも2個目3個目とだんだんなんかぷくっとしてるかなという印象です。でさっきもお話ししたんですけど、基本的なところキルティングの技法っていうのかな、縫い方的には波縫いのすごい細かいぐし縫いだったのでテクニックとしてはそんなに難しくないのかなとは思うんですけど、もうねこれかなり細かく縫うっていうのがすごい難しくって、一番最初にやったのは見えるかな、結構間が空いてる。でだんだん慣れてきて、ここら辺とかわかるかな、ここら辺とかはもうかなり細かくなってきてるかなという感じです。なので、やったことない方でも、だんだん慣れてくるのでそこは心配しなくていいのかなって思うのと、あとやっぱりどうしても指サリめっちゃ赤くなっちゃってるんですけど、指抜きとかシンバルとかないとかなり指が痛いことになっちゃいます。ここも赤いしここもね結構もう感覚がない感じです。で一応サリーは持ってるっちゃ持ってたんですけど、この中指の関節につけるタイプ持ってるっちゃ持ってるんですけど、ちょっとねサリーここでいつも爪の横あたりで押してたのであんまりこれ役に立たなかったかなっていうのと、あと、手芸用のが一番いいんでしょうけど、人差し指のところに指サックみたいなゴムでできたやつが
あると、もしかして指が滑らない、針が滑らないから、結構、指の負担は減るのかなと思いました。人差し指にゴム系の指サックとかシンバルとか指抜きがあるといいのかなみたいな。他のところは、よくある革のやつとか、こういう金具みたいな金属のものとかでいいと思います。なんかね、すごい難しかったっていうか、難しいは難しいんですよ。細かく縫うのがすごい大変だったんですけど、布がすごい硬い感じがして、そこがかなり力が必要で大変でした。すごいでも出来上がったら絶対可愛くなるんだろうなっていう感じはします。この今刺したところがぷくっと盛り上がってくれるだけでもかなり印象違うと思いますし、次のところ多分ここら辺とか縫うと思うので、この三角みたいなところ、それまでにはサリーもちょっと道具を準備しておこうかなと思っています。はい。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。初めてのホワイトキルトは二重反転さんからこちらの2号もプレゼントしていただいておりますので、再生リストを作っておこうかなと思います。なのでそちらもよかったらご覧ください。で、他にもそこに写ってるクロスステッチとか、あとそこのつまみ細工とか、あとムーミンの刺繍とか、刺し子とか、あとタンサックさんのチャンネルの方で、デアゴスティーニさんのスヌーピーの刺繍をやっていたりするので、それもよかったらよろしくお願いします。全部再生リストを概要欄の方に載せておきます。はい、それではまた次の初めてのホワイトキルトの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。